皆さん、こんにちは。今日は日本は高い国についてお話しします。日本は多くの人々にとって魅力的な国です。しかし、その美しい景色や豊かな文化にもかかわらず、日本は高い生活費で知られています。なぜ日本が高い国であるのか、その理由や影響について探ってみましょう。まず、日本の高い生活費の背景には、地理的な要因が関与しています。日本は自然災害が頻繁に発生する地域であり、地震や台風などのリスクが常に存在します。そのため、建築やインフラの強化が必要とされ、それが高い住宅費や公共サービスの費用に反映されています。さらに、日本の経済構造も高い生活費に寄与しています。日本は高度な技術と先進的な産業を持つ先進国であり、労働者の賃金水準も比較的高いです。しかし、高い給与水準は消費財やサービスの価格にも反映され、日常的な費用が高くなる要因となっています。また、日本の都市部では土地の希少性も生活費を押し上げる要因です。東京や大阪などの大都市では土地の需要が常に高く、住宅や店舗の家賃が膨らんでいます。これにより住宅や事業を維持するためのコストが増大し、生活費が高騰します。日本の高い生活費は国内のみならず外国人労働者や観光客にも影響を与えています。外国人労働者は高い家賃や生活費に直面し、それが日本での生活の魅力を制限する一因となっています。また、観光客は高価な宿泊施設や飲食店の費用負担を考慮に入れる必要があります。その結果、観光業に影響を与える可能性があります。しかし、日本の高い生活費にはいくつかの利点もあります。高品質な公共サービスやインフラ、安全な環境など、その代価に見合う価値があると考える人々もいます。また、高い給与水準は労働者の生活水準を向上させます。社会的な安定をもたらし、
消費活動を促進します。経済の成長に寄与します。総括すると、日本は魅力的な国です。しかし、高い生活費の課題に直面しています。地理的な要因や経済構造、都市化の影響などがその背景にあります。高い生活費は日本の高品質な生活環境や経済の安定にもつながっています。その価値は考慮に値します。皆さん、こんにちは。今日は日本は高い国についてお話しします。日本は多くの人々にとって魅力的な国です。しかし、その美しい景色や豊かな文化にもかかわらず、日本は高い生活費で知られています。なぜ日本が高い国であるのか、その理由や影響について探ってみましょう。まず、日本の高い生活費の背景には、地理的な要因が関与しています。日本は自然災害が頻繁に発生する地域であり、地震や台風などのリスクが常に存在します。そのため、建築やインフラの強化が必要とされ、それが高い住宅費や公共サービスの費用に反映されています。さらに、日本の経済構造も高い生活費に寄与しています。日本は高度な技術と先進的な産業を持つ先進国であり、労働者の賃金水準も比較的高いです。しかし、高い給与水準は消費財やサービスの価格にも反映され、日常的な費用が高くなる要因となっています。また、日本の都市部では土地の希少性も生活費を押し上げる要因です。東京や大阪などの大都市では土地の需要が常に高く、住宅や店舗の家賃が膨らんでいます。これにより住宅や事業を維持するためのコストが増大し、生活費が高騰します。日本の高い生活費は国内のみならず外国人労働者や観光客にも影響を与えています。外国人労働者は高い家賃や生活費に直面し、それが日本での生活の魅力を制限する一因となっています。また、観光客は高価な宿泊施設や
飲食店の費用負担を考慮に入れる必要があります。その結果、観光業に影響を与える可能性があります。しかし、日本の高い生活費にはいくつかの利点もあります。高品質な公共サービスやインフラ、安全な環境など、その代価に見合う価値があると考える人々もいます。また、高い給与水準は、労働者の生活水準を向上させます。社会的な安定をもたらし、消費活動を促進します。経済の成長に寄与します。総括すると、日本は魅力的な国です。しかし、高い生活費の課題に直面しています。地理的な要因や経済構造、都市化の影響などがその背景にあります。高い生活費は日本の高品質な生活環境や経済の安定にもつながっています。その価値は考慮に値します。